競馬と鳩レース、ともにアニマルスポーツとして世界中で楽しまれている競技である。このアニマルスポーツにおいて最も重要視されるのは血統。アスリートである競走馬、レース馬との能力は遺伝により大きな違いが生まれるとされる。すなわち、この2つの競技はいずれもブラッドスポーツと言えるだろう。この物語は、若き愛厩家と競走馬の名伯楽が、それぞれの志で、互いに新しき道を歩むドラマである。鳩レース。それは、鍛え抜かれたアスリートの鳩たちが、競争というドラマを繰り広げる熱き戦いである。東京都の私立大学である専修大学。その馬術部に一人の若き愛厩家が所属している。名前は韮塚昭夫さん。現在同大学の4年生だ。彼は埼玉県出身。埼玉県はマンモス埼玉と呼ばれるほど鳩の愛好家が多く、国内でも鳩レースが盛んな地域として知られている。韮塚さんの祖父正明さんは同地域の強豪の鳩レースマンだった。孫である昭夫さんにとって幼い頃からレース馬とは身近な存在であり、自然と興味を持つようになる。小学校に入学した時、祖父から与えられ、すでに自分自身のレースバトを持っていたという。彼が本格的に鳩レースに関わり始めたのは小学3年生からだ。きっかけは2010年に3歳年上の兄俊夫さんが日本鳩レース協会の機関誌で青少年が対象となるプレゼントバトに当選したこと。その時俊夫さんが父信光さんに言った一言で、彼はレースバトにのめり込むことになった。お父さん、国際委託厩舎で鳩レースをやろうよ。正直本当に覚えてないっていうのは事実なんですけど、生まれた時からおじいちゃんは鳩を飼っていましたし、お父さんも鳩にその期間携わってたかどうかはわからないですけど、鳩にも携わったことがある人だった。その鳩一家に生まれたっていうのがもうきっかけですね。中学3年の時に始めて、レースは高校3年まで3年間ぐらいやってました。あとは結婚して別の所帯になったんで、その辺からは親父さん一人でやってる時期。私はレース馬と嵐、これがやっぱり見て分かってもらったりとかして、そこからですね、自分のトレード欲しいっていうんで、協会の機関誌のちょっと載ってたところがあって、それで見てて、単行本欲しくなって買ってもらったんで。やっぱりせっかく買うっていうことから、その鳩レースっていうのをどんなもんなのかっていうのも、自分の中でやってみたいっていうのもありましたし、やっぱり父が一番そこは技術を持ってるんで、聞いてやってみたいなっていうところですね。それで始めた感じですね。まずすごいやっぱ埼玉中央連合会で、その当時は
すごい鳩の数も揃ってたと思うんで、レースっていうよりか訓練の持ち寄りに行ったんですよね。で、訓練の持ち寄りってすごい数が集まるわけで、その時にすごい鳩の数を見たのがやっぱ衝撃的だったっていうのと、あとは、結果、レースが終わってから、埼玉中央は奥住さんのところに集まってたんですけど、そこで一回奥住さんの厩舎に連れてってもらった時に、あまりの大きさに、すごい衝撃を受けた記憶が、一番残ってますね。それはいくつぐらい？いつですかね。もう小学校低学年とかじゃないですか。本当におじいちゃんがその後鳩辞めちゃったんで、その前なんで、そうですね。そうですね。やっぱ大切に育てるっていうのは、やっぱ一番教わったことだと思います。正直技術とかそういう面は小学校低学年なんで、教わってたかもしれないですけど、そこまで自分が意識がなかったっていうのもあるんで、正直技術面とかそういうのは全く教わったっていう頭はないんですけど、それよりもこの大切に、動物と、やっぱ一緒に過ごすじゃないですけど、命の大切さとか、そういうのはすごく鳩に携わって、気づいたことだと思います。やっぱり他の若い人たちからしたら、鳩とかそういうのって、糞であったりとか、汚く思える。厩舎掃除とかもやりたくないって思うような人が多いかもしれないんですけど、僕は、厩舎掃除とかもやるときは、すごい綺麗にやってあげたいっていう気持ちもあって、それは今馬もやったりするんですけど、馬でもやっぱ厩舎掃除を一番大切にしてるし、やっぱそれはちっちゃい頃から鳩に携わったことで、一羽一羽、百何十羽って飼ってますけど、一羽一羽大切に見るとか、そういう視野の持ち方であったりとか、そういうのはすごく勉強になったと思ってます。鳩レースを自分の厩舎で行う場合、鳩のペア配合から搾出、飼育管理、調教、訓練など、1から10まで、すべてを行わなければならない。委託厩舎レースでは、そのうち、繁殖にあたる配合と搾出のみ行い、生まれたヒナを生後30日前後で、鳩レースを行う厩舎へ預ける形である。通常の鳩レースに比べ、高齢者や若年層でも手軽に参加できるため、愛好家から人気を博しているシステムだ。早速、当時、小学生だった兄弟と父は、家族3人で日本鳩レース協会へ入会。祖父のアドバイスのもと、鳩作りを試行錯誤しながら、家族3代で鳩飼育を楽しんでいた。すると翌年、とてつもない僥倖が訪れる。日本鳩レース協会が主催する、2012年度の八里国際委託厩舎シリーズのメインレース、国際親善鳩レース大会500キロで、なんと全国優勝を獲得してしまうのだ。初めての鳩作り、初めてのレースシーズンで、初めて委託したレーサーが、いきなりの大活躍。この快挙により、ニラツカファミリーがレース鳩に夢中になったのは、言うまでもない。自分は、その当時通ってた塾の帰り道に、親が車で迎えに来てくれた時に優勝したよって伝えられて、でも正直その当時は優勝っていう価値も全然分かってなかったですし、本当に優勝したのかどうかも正直分かんなかったですし、嘘ついてるのかもっていう風な思いもありながらも、今優勝したって聞く嬉しさよりも、僕は正直、勝っちゃったんだ、みたいな。そんな、めちゃくちゃ、表彰式とか行ってめちゃくちゃ嬉しいなっていう形にはなったんですけど、優勝したんだ、みたいな。実感はなかったですよね。その価値も分かってなかったですし。その時は小学校3年 ?4 年あたりじゃないですかね。わけもわからない。優勝っていうのが分かったのは、その年に、ホームページでリアルタイムで、
事務費が出るっていうシステムが取り入れられた年だったんですね、たまたま。それで、まあ1時頃が、帰る時間だろうっていうことで、ちょうどお昼頃だったんで、ホームページを開いて、子供たちが学校に行ってましたんで、で、まあ、やっぱり気になりますから、私もまあ一応残ってたんで、で、子供たちには400キロで帰ってきてるから、まあもしかすると500キロ早い可能性もあるなとは二人に言ってたんですけど、本人たちはもうすっかり忘れてて、まあ私がその日だけは覚えてて、これで1時ちょっと待ったぐらいですかね。パってホームページ開いたら、見てたら5分ぐらい経って、一番最初に私の名前出たんで、あ、優勝したんだ。冷静に。いや、ちょっとドキドキ。やっぱり、優勝っていうのは、1話しかいませんし、最初の委託で、まあ、こういうことが起きるっていうのは、本当びっくりしました。それと、まあ子供たちに早く知らせたいけど、まあ帰ってきた4時頃ですかね、帰ってきた時に、長男が先に帰ってきたんですけど、まあびっくりしてましたよね。学校の帰り道、まあ角曲がると家があったんですよね。そしたらその窓からずっと私の帰りを待ってたんで、なんかおかしいなとは思ってたんですけどね。そしたらまあ優勝したって言うんで、まあもうびっくりですよね。まあ、やっぱ実感はそんな。びっくりですね。わかりました。ありがとうございます。いきなりの全国優勝により、鳩レースの面白さに目覚めた明夫さん。思春期を迎えても、そのレース鳩に対する探求心は尽きない。家族の協力のもと、鳩飼育に邁進していった彼は、やがて愛弓家として、大きく成長することとなる。初めての委託の鳩レースで全国優勝を獲得した韮塚ファミリー。次男である明夫さんは思春期を迎えると自らが作り上げたレース鳩で次々と好成績を残していった。やがて高校3年生となった彼は将来への夢を抱くこととなる。愛弓家ファミリーに生まれ育った彼が描いた将来の夢とは。次回レーシングピジョンストーリー若駒と請求若駒編の2をお楽しみに。